こういうふうにすると、この技が決まりやすいとかっていう実際に桐野先生がそのルールの中で使ってる技術をもう今日はがっつり学びたいなと思いまして。はい、わかりました。はい、リーチで結構負けてるので、そのまま纐纈先生のここを狙いに行くのは結構リスクが高いんですよね。こんにちは、空手家纐纈です。今回のコラボ相手は、若い頃に極真空手で内弟子の経験を持ち、総合格闘技への転向後は、UFC に参戦、その後もさまざまな武道や、格闘技に挑戦され、現在は武術を生かした独自のスタイルで誰でも何歳からでも強くなれるをコンセプトに打率を道場を主催している、菊野勝則先生です。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに1点、気になったことだったんですけど、前動画を見てた時に気づいたんですけど、打率を道場位じゃないですかね。そう綴りはそうで読み方は道場でいい。道場でいいですね。あ、よかった。前なんかドゥージョイって言ってるから、もしかして今まで俺間違えて読んでたのかな。綴りはドゥージョイで楽しもうぜっていうことで、はい、やってます。じゃあよかった。なんか1個僕ちょっと心配だった。菊野先生とは同い年で、もうあれですね、一番最初のコラボと言えないようなコラボというか、なんかあれから、飲み屋で一応3回目になったね。そうか。居酒屋でね、個別で来ていただいて、あの時はもう普通にただ単に菊野先生の練習が気になって、YouTube の撮影じゃなく普通にお伺いして練習に一般道場生として参加させていただいて、ありがとうございました。あれからなんで、一応3回目といえば3回目ですね。メインの方が2回目なんですけど、窓はあれですね、経典愛人でやってっていうのがあって、で前回の、メインチャンネルのコラボとかだと、体をつなぐとか、型を、どういうふうに生かしていくとかのハンマーパンチとか、経験させていただいて、その上でですね、ちょっとルール対決と挑戦させてもらったんですが、滅期金的ありっていうルール自体、当然僕らね、競技をやってると両方とも反則なんで、そうですね。もうなかなか最初はその例に慣れるというか、なんかそういうこのやっぱ技術とかの構え方もちょっと違ってきてたんで、もうあれですごい学ばせていただいたんですけど、ちょっとですね、今回せっかくなので、もうルールで、当然ですが圧倒的に経験されてきている菊野先生に、こういう技を、よく使うとか、こういうふうにすると、この技が決まりやすいとかっていう実際に菊野先生がそのルールの中で使ってる技術をもう今日はがっつり学びたいなと思いまして、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。これであれですかね、今日の動画を見た方々は菊野先生との今度のルールの交流会の時に菊野先生の技が読めるようになるかもしれないです。そう、それいいですか。11月26日にですね、経典愛人エキスポっていうねイベントさせていただいて、でそのいわゆるこの YouTube とか見てちょっと興味を持ってもらった人たちに武道武術格闘技を体験してもらいたいなと思ってるんですよ。でその場でいわゆる手合わせ体験みたいなのも、ルルブ体験ですよね、やりたいので、本当に何も未経験の方でも安全に、経験者が元立ちになってやるっていう形だ、そのためにもちょっとここで予習していただいてでその上で来ていただければまた楽しいかなと思いますので、ぜひ東京の墨田区の大会、そう墨田区総合体育館のところで、やりますんで、ぜひちょっと詳しいやつは概要欄に貼っておきますので、ぜひお願いします。してください。もちろん僕も菊野先生の打率用道場チャンネルにも、出演させていただいているので、ぜひそちらもご覧ください。じゃあもういきなりなんですが、そういうルールの方ですね、ちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、前回までで僕が、実際に、体験させてもらって、わざと、受けさせてこっちの手を封じといてから技を出したりとか、筋的滅虫のコンビネーションとか、なんかそういう技とかをなんかいくつか教えていただきたいな。わかりました。お願いします。過去にウェブルでちょいちょいいろいろとやられて目と筋的表が出るんでやっぱりそこが一番狙いやすいですからね。
やっぱり一発で当たれば倒せるっていうところなんで、とてもそこは肝になりますね。でそのルールにおいてやっぱそこが肝になるからこそ、構えがやっぱりこうそう、こうそらすのは結構リスクが高いので、基本なんかこういう感じが多いですね。あと顔がやっぱ突っ込むと危ない、こう歯食いしばった目に描いたりなんで、まっすぐの状態が戦いやすいかなと。であとは手の位置がやっぱ顔を守るだけだとどうしてもこっちも危ないので、上と下をこうバランスよく手を構えるのも、基本としてはあるかなと思いますね。一般的な格闘技の構えだと筋的ガラが切る。そうですね、ルールで守られてるがゆえにそれを守らないという癖がついてしまうんでね、よし悪しなんですよね、ルールっていうのはね、一長一短なので、であとは間合いもどうしてもその一撃で食らう技があったり、あとはその当然頭突きであったりとか噛みつきであったりとか、ガーンと筋肉打ったりだとか投げ飛ばすとかあるので、その近い間合いでこう打ち合うっていう攻防は基本的にあまりないですよね。であとはその瞬間的にこう踏みついてもいいんですけど、ここで止まってる状態っていうのがありえないですよね。なので瞬間的にここで動かないといけないので、そういうそこで瞬間的に動くっていう技術が必要になってきますね。では、一つずつちょっと深掘りさせていただきたいんですけど、今一番一般的に離れた場合からですね、で離れた場合でキックの先生が使われている技術とか、正直僕は一番最初のコラボでブルブルを体験させていただいた時は、もういきなり歩いてきて周りの中にフッて入られて、とっさに思わず来ないっていうか、いや待ってっていう感じで、来るなっていう感じで手を挙げた瞬間にはい待ってましたみたいな言われるんですけど、なんかあの辺から襲われたいなと思って、解説していきたいと思います。これいきなりすごいんですが、皆さん分かりましたか？これ始まった瞬間、ただ普通に歩いて近づいてきているんです。しかもその後、何の攻撃意思もない手を挙げられて、なんか分からないけど、とりあえず周りに入られるのが嫌って感じで、危険じゃないと分かっている状態の手を止めようとした時に金敵を蹴られたので、これ全く見えませんでした。まずですね、人って前に出た方が強いというか、前に出てる時点でもこっちは重さが移動してるので攻撃力が上がってますし、相手としては嫌ですよね。こう自分を攻撃してくる人間が近づいてくるっていうだけで心も体も緊張が始まって、思考がこう固まったりとか心が固まったりする。なので近づいていくっていうのはとても優位な動きですし、あとは今こっちが近づいてる時点で僕のタイミングで間合いをコントロールして、僕手動で間合いをコントロールしてるんで、もうすごく有利な状態を作り出せると。正直僕前そのキグの先生に入られた時に一番、僕が多分対応できなかった理由が、構えてもないし、攻撃しようっていうあれもなく、ふって入られるので、僕の中から想定外だったので、基本的に、近づいてくる相手は構えて行くぞっていうオーラを出してくるのが当たり前で、それにだったら対応できるんですけど、こう入ってこられる相手に対応したことがないんで、なんかみたいなそれこそ今日先生が言われる固まっちゃうみたいな、やっぱり全ての構えが一長一短あって、こう構える時点でここの防御力とかね、手が出しやすいとかはあるんですけども、どうしてもこの手が動くので相手からしたら見やすくなるんですね。攻撃が見やすくなるし、どうしてもこういうところにはこの腕の質量を持ち上げるという緊張が入ってくる。だから動きの制限がかかったり、相手にとって怒りが見えやすかったりしてしまうと。でこの状態っていうのは本当重力に対してぶら下げてるだけなんで、こっちはともかく緊張が起きづらい。緊張が起きないってことは緩んでるのでいつでも収縮できるのでいつでも動けると。
いう状態ができて、でその状態を多分相手も無意識に感じるんですよ、こいつが柔らかい状態で近づいてくる、つまり怖いですね、自由なものが近づいていくっていうのは予測ができないからプレッシャーを受けやすいというね、いろんなことが起きてるし、あと僕がこう来るとこの辺がね、中心がガラ空きなので、こうってなった瞬間にもう無意識にもそこに手を出しやすい状態なので、こっちとしてはそれをこうさばけばいいから、すごくタイミングも場所もこっち手動で指定できる。なるほど。無防備に歩いてるように見えて、実はあれですね、もう攻撃される場所はもう決まっちゃってる。そうなんですよ。だからもう前にズケズケ歩くっていうのはとっても効果的。この間雨宮先生とコラボしてもそういう人一番嫌ですって言ってくれましたね。いや、嫌でしたね。やっぱね、予想される動きとかだとやっぱ対処しやすいですけどね。ただし当然それをもう知ってるじゃないですか、小池先生は。僕がズケズケ来るっていうのを知ってる上で準備されたらもうこれは使えないです、はい、やっぱり相手がそうじゃないっていうタイミングで使わないと、意味がなさない。全ての技技術は準備されたらそうですね、攻略されてしまう。分かってる上でかけやそこは防げます。はい、いかに相手にバレないようにね、そういうタイミングであったりを尽くするかっていうのが大事になりますよね。はい、そんなわけで近づいては続けていきます。あとはですね、この前実際僕もやられたんですけど、相手わざと受けさす、大きい技を受けさせてから取ったりとかされるじゃないですか。あれなんかパターン的にこういうのをよく使ってるとかってありますか？僕はちょっと簡単に考えて例えばですけど、今僕特にね、ボケ先生とだとちょっと僕リーチでちょっと負けてるので、そのままボケ先生のここを狙いに行くのは結構リスクが高いんですよね。かなりこの危険のこのぐらいからも完全にボケ先生の間合いなんで、僕は届かないけどボケ先生が届きやすいっていうね、危険ゾーンがあります。ここを僕はこう抜けていかないとボケ先生のところにはたどり着けないので、ここをどうにかねクリアしたんですけども、その時にここの最短の場所にこう壁を置く、もしくはこれにもこう触っちゃうんですよ、で触っちゃって、でそれを変えない、これを押さずに触ったり、このままこうこうやって相手の距離感をちょっとバグらせて、パントマイムみたいにして相手の急所に入っていくってことをやったりしますね。これ僕これ木の先生でやってる時にこれでこっちを入ってこられて、これを受けた瞬間にこっちでなんかスーっていってこっちが大きいから反応できるけど、こっちはもう攻撃だと思ってないんで、こっち受けた瞬間にこっちベシッってそうですね、やられた記憶があるんですけど。はい、この瞬間あっさり取れちゃいました。ここで僕の前手を殺しながら逆手で多分わざとオーバーにやって受けさせて逆から目つき、完全に引っかかっちゃいました。ガンダム見てました？ガンダム。ごめんなさい、見てないです世代なのにな。ニューガンダムとかね、こうあってこうパンネルってあるんですよね。パンネルってですね、こう自動で攻撃してくれる、なんかこうピャピャピャって出てくる弾みたいなものとか。でそんなイメージで、この右手も左、足もそうなんですけど、どこももうオートで相手が弱いところに勝手に手が流れ込んでいくようなイメージなんで、だから どこでどうしようなんて特に考えてなくて、勝手に攻撃がみたいな状態に体を持っていきたいんですよね。あと今さっきのはこうあえて相手の反射を立たせながら彼を触れることでこう反射を立たせずにしたんですけど、あえてこうグッてこう、これによって緊張が起きるんですよ、グッてやる。これに抵抗して固まったその時に入ってくるっていうようなこともやります。逆にそう反射させなかったら反射あえて起こさせてこうコントロールしていく。なんかやられた記憶がいくつかいや、なんか今のこの
構え手をこう触ってこれはなんかデジャブでしたこれあったのって見事になんかやられた記憶がパッて言われてあとそのいわゆるオーソドックスとかサウスポー右構え左構えっていう発想がないっていうのは自分は右の選手ですっていう考えがなくて、その時その時ですごく適切楽っていうのは、ね、効果的なのであるので、例えば今の構えで左手前出すこれでですね、今高血圧のリーチマンと威力マンでこれだとですねちょっとねこう怖いというかなんですかねこう入っていくのがちょっと怖いんですよね。だからこの方が僕はちょっと今安心するというかね、距離が近くなるこうすると距離が近いですけど、こうするとちょっとその距離が遠くなるので、その相手との間合いとか相手のリーチとかなどによっても自分の構えどっちを前にするかというのは自由自在にね変えていくっていうのがほんのちょっとの差ですけどね、でもどうしてここが大きいんでね、僕らポジション変えるんですけど、それスイッチをその意識で変えられるってめちゃくちゃ嫌なんですけど、でもそれを無意識なんですかね、変えれるだけの練習をしてないと。そうですね、正直、僕とかって現役の頃とかって、実は今だと言うんですけどスイッチはしてるんですけど、僕サウスポーのスタイルで中に入ることができないのかな。相手に避けた瞬間にサウスポーに見せることはするんですけど、僕この状態って防御力僕なんかすごい弱いんですよ。でも不得意不得意があって、もちろん下の選手のやつはこれでも蹴れるんですけど、こっちになった瞬間に変則蹴りがすごいスピードで蹴れる人とか、フェイントからの中段蹴れる人に対しての受けが反応の速度が落ちちゃうんで、こっちではトップレベルの選手のそこに入れないっていうのがあって、だからそれを、相手によってこっちの方が有利なポジションが取れるからこう変えれるだけの練習をしているってことが僕の中ではなんですかねすごいし、それをそこで選択して入ってこられるってめちゃくちゃ嫌だなっていうリーチがないしね、スピードもない人間なんですごくやっぱその間合いをちょっとでもコントロールしようっていうのはすごくあって、そうなってくるとこのねこの構えとこの構えだいぶ間合いがね、オーソドックスで構えてもらった時にはオーソドックスで右構えたら右構えだとどうしても距離がねこのパズルがこう合っちゃうんで近くなっちゃうんですけどね、こうするとパズルが合わないので遠くなるんですよね。ほんのこういうちょっとした違いでこう距離をコントロールしてたっていうのがありますね。あとジャブっていうのがやっぱねすごくジャブって効果的なんで一番近いところで早くパーンってくるんで、それをいかに防ぐかで周りをコントロールしやすいのでこれに対してこれだとこの中心をね取られてるんで危険なんですけど、こうしとけばこのジャブはほぼほぼ無理役割を果たさないので、こっちはねちょっと距離があるからなんとかねさばくことできるので、このリーチがある間に特にこの相手を殺すってことはよくやりますね。確かに今サウスポーでしかも若干外で、ここ取られたから、もうこの手使えないです。そうですね一番近いものを壊しとけばちょっとね距離の分安心できるというのをやってますね。なのでルルブ時とかも基本初見の相手は逆で構えます。やっぱり、距離を確保した方が対処がしやすいので基本逆相手によって構えてこれは相手によってどんどんスイッチができるってやっぱすごいですね最近フルコンタクトカードでも若い選手とかは初めから若い子からスイッチャーとして育てられたりとかする選手が出てきたんですけど、でも僕フルコンのおかげでしたけどね、そんなに右構え左構えっていう認識なくないですか、フルコンには。本当ですか。フルコンはここ数年やりづらい選手増えたなってやっぱ見てて思ってて、すごい投げられたっていうかなんかそうなんですよトーケス先生を変えようとしてなくて押してないですよね。押されてないですね。なんかふわって転んだ。そう金敵の方はまだ一つも聞いてなかった、最後に金敵を聞いて、リーチが長い相手には入ってきてもらいたいんですよ。
今回は前足のローキックが劇的に速くなる秘訣をお届けしたいと思います。前足のローはうまく使えば遠い間合いから安全を確保しながら自分の攻撃だけを当てられる技で、相手に自分だけ当てられてる、自分も攻撃を当てなきゃと思わすことで出てくるタイミングを取りやすく、通常のカウンターも取りやすくなるので、今回ご紹介する前足のローの